野さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今日は現場をちょっとあれなんですけど、2026年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この現場も、立石っていう部落ずっとやってきたんですけど、1年半ぐらいずっとやってるんです。もう最後になってきました。で、一番上にちょっと行って大きい杉があるから切ってくれんだろうかって言われて、来たんですけど、見たら元鉢が1メーター、30ぐらいあって、緩め。でちょっとこれ古いなと思って数えたら130年ぐらいの杉が夫婦杉で2本同じように立ってました。でおそらく人為的に誰かが130年前、ちょっといろいろ計算してみると明治3年頃30年頃、植えたものだと思います。で近くに道があったんで、昔の道路で王冠道路といってよく人々が行き来していた道路だと思います。でおそらくここは西郷なんで諸塚とか北郷とかに越える道の一環だと思うんですけど、よく昔はもう下のそういう川沿いの道路じゃなくて、こういう山を越えるために尾根筋にある道路を使って行き来していた道路だと思います。もしかすると江戸時代頃からもあちこちしていたような道だとは思うんですけど、人の荷物を運んだりとか人の行き来をする一番の王冠の道路だったんじゃないかなと思います。そこに日本の杉を誰かが故意に植えて自然と育ってきたんだと思います。大きさも大きいし枝も大きいし、肌を見ても分かるんですけど、ゴツゴツしたような杉の肌をしております。130年っていうと、人間ではなかなか生きられない年だと思うんですけど、杉がそうやって自然が育ててきたんじゃないかなと思っているところです。拡大造林っていうんですけど、大規模に植えるようなことは昭和になってからだと思うんで、その頃もしかしたら炭を出した後に誰かが植えたのか、家の人がここは杉を植えたがいいと思って2本だけ植えたのか、ほとんど雑木が多かったと思います。その中で人工的に誰か先人が植えてみろか杉をって、ずっといろいろ歴史を下ってみると、古事記にも書かれているんですね。もうずっと昔にも。だから杉を植えることはあったと思うんですけど、そういう知識が地方に広がってくるのは昭和になってからだと思うので、そういう知識人がいたんじゃないかなと思います。なんかこの間東京に行かれたとか。はい、この間ちょっと、年末なんですけど東京の方に行ってきました。でそれは、スーパーホテルっていう銀座のホテルの若い子が諸塚の釜入り茶を紹介しようっていうことで、ウェルカムドリンクに釜入り茶を作るっていうことで、自分がトーチをちょっとその方にあげたんですけど、どんなとこかなと思ってちょっと遊びがてら六本木ヒルズにも登ってきました。東京タワーにも登ってきたし、夜景もずっと見てきたし、築地がもう電車で一本行けば行けたんで、そこにちょっと寄って
来ました。もうインバウンドでも外人ばっかりだったんですけど、おそういう銀座のど真ん中にスーパーホテルが諸塚と、他のとかもう一つの村とこう提携をしながらいろんな諸塚のコマーシャルをして温泉をわざわざ運んで温泉の湯を、1日2回運んでお客さんに提供してるっていう地域とのつながりを大事にしてくれるホテルに、ちょっと泊まってみようかって遊びがてら行ってきました。でやっぱ自分たちがなかなかこう商品を売ろうとしてもなかなかそういう力っていうのはSNS でやったりとか、販売に行ってもなかなかこう諸塚っていうことを売ることができないんですけど、そのスーパーホテルさんは諸塚のいろいろなコマーシャルをしてくれたりとか品物をいろいろ使ってもらったりとかしていろんなスピーカーであったりこの前ヒノキの浮かべるそのヒノキ風呂を使ってもらったりとかいろいろこう諸塚のことをコマーシャルしてくれることに対してものすごくこう感銘を受けてきたし、やっぱこういう人たちがいないと地域もなかなかこう発展しないのかなと思って、で嫁さんと、1泊でしたが2人で行ったんですか2人で楽しそうですね東京も電車であちこちしなければならないんで結構歩くのが大変逆にそんなとこだったんですけど、たまにはいいかなと思って行ってきました。ちょうどクリスマス前後で、辺りも賑やかな感じでイルミネーションも綺麗なとこが、見れたので諸塚とは違うなと思ったぐらいですかね。それある意味新婚旅行で新婚旅行はないでしょうけど新婚旅行はあれなんですけど、そういうこともやりながらこう都会とつなげないと物が売れないんで、住もうとは思わないですけどやっぱ都会の人たちはどういう感じかなと思ったり、そこ辺が見れたのが良かったですかね。映像もその流れるんですけど、その映像もまた吉川さんの方にちょっと見せたいと思うんで、またそれも見てもらって、そういう銀座のど真ん中にも諸塚がちゃんとで行ったり、地域とか里山がちゃんと見れる場所があるっていうことを知ってもらえればいいかなと思います。今年1年は造林業をやったんですけど、結構期間もこう短くやりながらやったのに山梨さんの受けが良くて仕事がやっぱこう2、3個入ってまた大きいところもいかんといかんですけど隣の人たちが見とってうちもやってくれんじゃろうかって2件ぐらいこう言ってきて、そこもやりながらっていう感じでやっぱ造林をしてもう植えてくれるとやとかもう網を張ってるやってもう 2,3 年やってもうちへんとはやってくれんっていうところが多いんですけど、そういう感じで好評でやっぱ山梨さん受けはいいし、そういうちょっと取材とは違うんですけど造林をやっぱせんとみんな山梨さんはそういうことに切っただけじゃやっぱいかん放置しとるのもいかんっていう思いは持ってるみたいで、2本立てで吉永林業はこれからやっていこうかなと思ってるところです。一番は植木をうちで親父が作ってるコンテナ苗あれが普通の苗木だと春しか植えられないんですけど、秋から春先梅雨時期にかけて植えられるんでこっちとしてはそれがうまい具合にこう回っていけるんで、条件的にもで森林組合さんももうすぐこう対処してくれて今作業している場所でもすぐ植えられる作業ができるっていうのが一番効率的だと思うんで、作業が終わったらすぐ植えて、っていうことができるのであんまり時間を置かなくて次にすぐ造林をやってっていう感じで、それができるのが一番いいかなと思うし、逆にそういうことをやってる
素材業者があまり諸塚っていうか、この地域には少ないんで、で補助金もちょっともらって、チェーンソーも小さいチェーンソーも買ったんですけど、そこの所長が見本になるように頑張ってくれんかっていう。ああ、なるほど。県もそれを推奨しているけど、なかなかやる人が少ないっていう感じで、切ることは200丁ぐらいこの地区でも切るんですけど、100丁ぐらいしか植えられないっていうことで、うちも少しは力になれるかなと思ってやってます。スローペースで、そうやってみんなが喜ぶことをやっていった方が、仕事もうまい具合にやっていけるんじゃないかなと思ってるとこです。こういうことで YouTube でも広めることによって、みんながそういう意識を持って、切ったら植えないと次はつながっていかないっていう、そういうことが分かってもらえればと思います。今年も仕事ももう半年ぐらい入ってきてるので、なかなかいい具合に順調ですね。で草履をすることによってスローペースでやっていくから、仕事ももしかしたら1年ぐらいはあるかなという気はしてるところですね。神楽が今度2月の7日に南川地区での神楽があります。でもう年田地区もあるんですけど、年田地区はもうちょっと舞うのを少なくしてやろうっていう、人員がだんだん減ってきて、南側は人員は減っても、家を周りをちょっとやめて、公民館でっていう新しい公民館を今度建て直すことも、陳情も行くんですけど、公民館に巫女屋って言って舞う場所を作ってやるっていうことをこれからやっていきたいと思います。南川センター、この前ちょっと祭りがあったところで、中で今回はやって、新しく来年ぐらいか再来年ぐらいには公民館を建て替えて、そこに巫女屋を建ててっていう形になると思います。人が少なくなってきて、できるだけ長く続けながら保存していこうっていうことで、みんな頑張ってるところです。それ楽しみですよね。そうです。また違う形の神楽が見れると思います。そうです。人がやっぱ少なくなるっていうのはみんなどこでもそうなんです。それに対応してどうやっぱり長く続けていくかということを官民がみんな一生懸命考えてやってるところですかね。わかりました。楽しみにしておきます。はい、また来てください。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。